皆さんごきげんよう。防災職人みたいなとしです。今回人シャリということで、シャリっていうのはちょっと難しいか難しいです。まあ多少は入れられますけど、でまあジンはとりあえず作ってやりたいと思います。まずジンなんですけど、今回この枝をカットしたいなと思います。取るってことですか？バスバスとバスバスと、はい、落としちゃうんですね。落としちゃいます。怖くないですか？怖いです。怖いですか？まずもういらないって判断してる枝なので、先は落としても大丈夫です。使うのが仮にここら辺までだとしても、気持ちちょっと長めに切ってあげた方がいいと思います。そこ落としていきますか？いいですか？この子のためです。かいぞ。よいしょ。ジンにするってどういうことかっていうのも、簡単に言えば皮を剥くってことなんですけど、結構たまにベリベリってこう剥がれうまい感じで剥がれる時あるんですよ。そうすると例えばここら辺からベリベリベリっつってこの幹の方までベリベリっていっちゃう可能性があるので、とりあえず一旦ここでストップねっていうことで切り込みを入れておきます。そしたらもうここから先は剥がれていかないんで、あとは皮を剥いでいくだけなんですけど、このままベリって剥がしちゃってもいいんですけど、今枝落としたばっかで水分があるというか、一回こうグッと軽く潰してあげるとより皮が剥がれやすくなるので、こんな感じで挟んでいくんですね。はい、これはやっとこ使って元からですね、枯れてるところはこうはいかないんですよ。もうなんならちょっと折れちゃうぐらい、まあ、これはとりあえず上の薄皮だけ取っていただければ、ちょうどここで途切れてるんですよね。ここからこっちは生きてますけど、ここからこっちはもともと死んでたので、こうやってやっても取れないですよ、皮が。で全部もう先っちょまで。はい、こうやってベロンと取れました。で皮は取れたんですけど、こういう部分、さっきカットした部分ですね、こんなの自然界ではありえないわけですよ。もっと自然に見えるようにしたいんですけど、簡単に言えば先を尖らせるみたいな感じですね。こんな感じでちょっと剥いていくんですか？こうやって剥いていくんですよ。で思いっきりってやっても大丈夫です。繊維に沿って裂けるチーズみたいな。皮剥くと結構細くなるんですね。そうですね。だこういうのもさっき針金の中級編でこれ根っこで引っ張ってるんですけど、こういうジンも後で上で何か引っ張るのがあればこういうのに引っ掛けて。それはラフィアを巻いてからもしない。ジンはもうどうでも大丈夫です。ジン自体を下ろすことはない？もう可能性もあります。仮にジン自体を下ろすことがあったら、それはその場合は針金の掛け合わせとか、例えばこれの掛け合わせでこれ本当だったら1周2周ぐらいでもいいんですけど、ジンを下ろすんだったらもう先の方までかけて針金かけて、そしたらこうギューッと形を、下ろすというかちょっと動きをつけるとかで、今やっとこでここ先裂けるチーズやってたんですけど、ちょっと煩わしいなというか面倒くさいなという場合はまた枝でやっても大丈夫です。だからこの場合繊維を繊維通りに剥がすっていうことはちょっと難しくなりますけど、先っちょだけ尖らせる。で同じようにこういうところもですね、大体こんな感じだな。今大体こんな感じですってやったんですけど、僕の予定ではこの枝がもうちょい前に来る予定なんですね。なのでそうなるとこれが邪魔になる可能性があるんですよ。あとはこの間に枝がない、ここ間延びしてるっていうのでちょっと気持ち悪いので、ちょっと短めにカットします。とりあえずここカットしました。でここがまっすぐ日になるなっていう場合は、後でこれ掛け合わせでこっち針金やったら、少し曲げてあげる。これはもう避けても別に大丈夫なんで、短い分動きは持たせられないんですけど、この掛け合わせで多少はジンも動かすことができるので、もう本当にシンプルな作業ではあると思いますけど、なぜここの気をつけていただいて、変なとこまで裂けないようにっていうのと、今これ枝切ったばっかだからスパッとこう
ツルツルって向けてったんですけど、なかなか向けない時もあるんですよ。時期にもよるんですけど、そういう時は、こういうのでこんな感じで削ってってあげれば綺麗な白色のジンが出てくるので、こういうのを使っていただいても大丈夫です。彫刻刀を使ったりもするんですよ。で彫刻刀はもう100均ので大丈夫です。100均の使う人もいるとかいないとか、やっぱりこの向けてつるって今なんかサルスベリみたいになってるのをもうちょっとこう削って、そうですね、リアルにというリアルに、はいな感じにする。もうなんか本当に朽ちてジンになったっていう、ボコボコした感じ出すと。そうですね、はい、なるほど。はい、簡単ではあったんですけど、ジンの作り方はこんな感じで覚えておいていただければなと。でシャリなんですけど、がっつり入れるっていうのが、なかなかこの木では難しいですね。心拍とかだともう本当ジンシャリあって心拍みたいなところもあるので、すごくやりやすさはあるんですけど、今回の場合は、シャリを思いっきりバーってつけるっていうよりかは、ジンにした延長上でちょっとここら辺にシャリこうつけてみようかなと思います。ちょいシャリですね。ちょいシャリです。さっきみたいにちょっとここシャリ作るのに、バタ枝ではやっぱできないんですよね、こう先に切っとこうっていうのができないんで、こういうので先にこう V の字ぐらいに切れ込み入れたかったら V の字に切れ込み入れるってこと？そうですね、先に切れ込みを入れとく。そしたらもうそれ以上は広がらないじゃないですか。もうこれでペロンって剥がれるな。今ペロンってこれ剥がれましたけど、別にこれじゃなくてもこういうの使っても、これの細いやつとかもあるんで、これ使っても、切れ込み入れた後にこういうものを使って剥がしても大丈夫です。もうちょい深くいきたいなっていう時はもう少し切れ込み入れまして、今回やっとく。これ多分このまま引っ張ったらペロンっていっちゃうやつですね。こっち正面の方なんでね、やっぱちゃんとこうジンが見える、ジンシャリ、少しシャリも見えると。でも今はこれ入れられないですけど、黒松だと割と水水が直線的なんで、だからここにこう入れたいなっていう時、これとか、これのもうちょい大きいやつとか使ったり、もう少しがっつりシャリ作りたいとかだと、こういうのみ使ってこう削っていっても大丈夫です。怖い木なんですか？必要な水水まで削っちゃいそう。心拍の場合だと水水をつなげてくれるんです、勝手に。だから心拍の場合はシャリも作りやすいんですけど、黒松だともともとシャリが入ってて、これもうちょい広げたいなとかっていうことはもう割と簡単にできるんですけど、新たに作るっていうのもなかなか難しさがありますね。ということで枝もですね、ただ抜く、ただ切るっていうよりかはジンにしてあげる方がその木の個性にもなるのでっていう感じで、ジンも作っていただければなと、楽しんでいただければなと思います。よくあるのがこのジンいいのにもうなんか折れそうだなとかいうのもあったりするんですよ。そういう場合はこれうちにあるんですけど、木固めエースっていうのがあるんですよ。これ多分ホームセンターで売ってると思うんですけど、塗料、これをそうですね、筆とかにつけてちょんちょんってつけて塗ってあげると固まってくるので、こういうのを使っていただいてもいいかなと思います。はい、ということでジンを作って、シャリはそんなにいってないですけど、こんな感じで、あとはもうバーッと仕上げていきます。それぐらいの大きさをバーって仕上げるのはどれぐらいかかりそうですか？丸1日いただくかな。
はい、G シャリも作り終えたので、もう今度はボスのチェックですね。やってもらいに行きます。ボスはちょっと向こうで作業しているのでついてきていただいて、はい、はい、お願いします。はい、行きましょう。いないボスがいない。ボスすいません。ラフィアと銀シャリ会作ったんですけど、針金のかけたのでチェックしていただいていいですか。ここでか。これはそこにあったやつ。で基本的にこう、形にはできたんやけど、まだ枝の下げが甘いとことか、こういうほら前枝そんな長いいらんけん、あとはもうこの辺のやっぱり最後のまとめの頭のとこはやっぱりあと10年はかかるわな。この辺はほらこれ全体にはまとまったんや、基本的に枝棚でこう仕上げていくんで、この辺はほら変な枝の使い方しとるけん、工夫したらもっと綺麗に頭はまとまるんで、はい、頭ができたらプロやけんな、いうか練習やけん。でもうちょい修正が入る。修正っていうか、それはもうまあそれなりには作ったんやけど、それはもうある程度一流のプロとして認められるまでにはまだまだ年数はかかるんで、いうかお客さんにの、買うてもらわないかんので、まだまだそれはまだまだよ。ありがとうございます。いうかまだ評価する段階でないけん。段階じゃない。評価するまだ段階にだってね、練習やけんまだ今からよ。はい、ただ針金をきちっと巻く練習やけん最初は。まあ材料悪いけんのこれ元が。でもその悪い材料をきれいにするのが俺らの仕事やけん、練習。はい、ありがとうございます。俺やったら日々練習や。ということです。日々練習です。今の年の実力じゃここってこれぐらいってことですね。そうですね。やっぱ10年かかるんじゃないですか、さっきのインタビュー。10年じゃないですかやっぱり。はい、ということでボスにチェックをしていただきまして、あと10年皆さんも末永くお付き合いいただければと思いますので、はい、ということでまあちょっとざわざわしてますけども、今回銀シャリと、ラフィア、あとは針金ですね、こうやったので、皆さんの参考になればいいかなと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。人の不幸が何で知ったおまけ。僕の車がぶっ壊れました。ボスが知っていたよ。